家族や恋人などのパートナーや友達と呼べるような人は大切な存在です。強い絆で結ばれた相手なら、どんなことがあろうとも寄り添っていたいと思うことは自然な行動なのでしょう。そんな状況に置かれた犬は決して迷うことなく、その相手のそばから離れませんでした。今回は強い絆で結ばれた犬の話をお伝えします。アメリカ・テキサス州の路上で車にひかれて怪我をして動けなくなっている一匹の犬が発見されました。発見されるまでの間、その犬のそばには一匹の犬がずっとそばに寄り添っていました。救助・保護した女性は2匹がとても強い絆で結ばれていることを実感したといいます。テキサス州ヒューストンに住むベティ・ウォルターさんは、ある日犬が車にはねられたという報告を友人から受けました。ウォルターさんは動物救済と里親経験が豊富で、何匹もの犬の仮里親もしていました。友人からの連絡があった時、ちょうど仕事中だったことと、家にはこれ以上犬を引き取る余地がないことから別の救済者を紹介しました。しかし仕事中もずっとその犬のことが気にかかっていたウォルターさんは、仕事が終わるとすぐに車で犬が怪我をしたという場所に向かいました。するとそこにはまだ犬がいました。紹介した救助者に連絡がつかなかったようです。白い犬が事故に遭って怪我をしているようで、道路から離れた芝生の上に座り込んでいました。その傍らには白い犬を心配するようにもう一匹の犬がいました。かなり長い間、この犬は仲間の犬に寄り添っていたようです。ウォルターさんが車から降り、犬に近づこうとすると、その犬は警戒心からうなり声を上げて走ってきました。助けに来たことを伝えなければと、ウォルターさんは時間をかけてゆっくりと近づいていき、犬の信頼を得ることにしました。しばらくすると、ウォルターさんに連絡をした友人がやってきました。ウォルターさんは友人と一緒に、ひとまず怪我をした白い犬を先に保護しました。もう一匹の犬はその様子を立ってじっと見つめていて、白い犬と一緒についていきたい気持ちが痛いほど伝わってきました。保護するのなら2匹一緒でなければ。そう思ったウォルターさんと友人は、その犬も安全に捕まえて車に乗せると、獣医のもとへ向かいました。白い犬は交通事故により骨盤を骨折していることが判明し、治療のための手術を要しました。手術を終えた犬ともう一匹の犬を自宅に連れ帰ったウォルターさんは、2匹が離れられないほど強い絆で結ばれていることに気づきました。怪我をしていた犬にはベティ・ホワイト、もう一匹の犬にはアレンと名付けたウォルターさんは、2匹が人の愛情に飢えていることを知ったといいます。ベティ・ホワイトは怪我の治療だけでなく、フィラリア感染もしていたため、その治療も必要となり、すべての治療が終わるには数ヶ月かかると予想されました。アレンには特に健康上の問題はありませんでしたが、新しい飼い主を探すのならば2匹一緒に引き取ってくれるところを探してあげたい。ウォルターさんはベティ・ホワイトの治療が済み次第、2匹一緒の養子縁組の手続きを進めるつもりだそうです。ウォルターさん曰く、ヒューストンでは大型犬の飼い主を見つけることは容易ではないと言います。しかし、2匹が本当に大切にされる安全な永遠の家を見つけることができるのをウォルターさんは願っています。ベティ・ホワイトが交通事故に遭い、動けなくなっていたそばを離れずにいたアレン、2人にはこれから幸せに暮らしてほしいですね。犬同士の強い絆に心打たれますが、同じようなことがブラジルでもありました。ブラジルの混雑した幹線道路で、一匹の犬が車にひき逃げされ、怪我をして動けなくなっていました。そばにいた仲間の犬は、助けが来るまでの間、一晩中寄り添い、顔を舐めたり、体を起こそうとしたり、なんとか助けようとしていました。通報を受けた地元の動物保護団体スタッフが獣医院に連れて行こうとしたところ、
仲間の犬はその犬と引き離されることを拒みました。スタッフが怪我した犬を車に乗せたところ、仲間の犬も車に乗り込んできたのです。そこで一緒に病院に行くことに。仲間の犬は治療中もずっとそばで怪我をした犬を励まし続けていたといいます。ある日のこと、ブラジルのセアラー州イグアトゥー市にある幹線道路で一匹の犬が車にひき逃げされました。犬はその場に横たわり動けなくなっていました。目撃した通行人はすぐに地元の動物保護団体に連絡をしました。しかしこの団体ではこの日対応できる獣医師がいなかったため、現場に到着したのは翌日の朝になってからでした。彼らは倒れている犬のそばにもう一匹の犬が寄り添っている姿を目撃しました。看護師のマリーナ・アスンソンさんはこの時の様子を次のように話しています。犬は一晩中怪我した犬のそばから離れなかったようです。横たわる犬の顔を舐めたり、前足で体を撫でたり、動けない犬を必死に起こそうとしたり、必死に助けようとしている様子でした。私たちが近づくと怪我した犬を連れ去られてしまうと思ったのか威嚇的になりましたが、なんとかなだめて保護することができました。スタッフたちが怪我した犬を車に乗せたところ、仲間の犬も座席に飛び乗ってきました。どうしても離れたくなかったのでしょう。そのまま2匹を乗せた車は動物病院へと向かいました。治療中もその犬は怪我した犬のそばでずっと見守り続けていたそうです。マリーナさんは犬が見せた仲間に対する深い愛情と思いやりに胸がいっぱいになったといいます。病院で治療を受け、薬と餌や水を与えられた犬は順調に回復し、今は自分で何とか歩けるようにまでなりました。今後は動物専門の整形外科医に犬が脊椎や肋骨などを負傷していないか詳しい検査を委ねる予定だそうです。治療が終わった後も仲間の犬は怪我した犬のお世話をしているのだとか。スタッフによってカジュとカスターニャと名付けられた2匹は兄弟かどうかは分かりませんが、推定年齢は生後9ヶ月から1歳だということで、この先完全に回復するまで施設で面倒を見るそうです。そして元気になったら2匹が一緒に暮らすことができる家族を探す予定だそうです。犬は愛情豊かで仲間思いの動物です。飼い主にはもちろんですが、仲間に対しても揺るぎない愛情を注いでくれるのですね。この2匹の犬にも強い絆がありました。大切な仲間を見捨てることなく寄り添い続けた思いに心打たれます。この先素敵な家族に巡り会えるといいですね。今回お伝えした2組の犬の過去を知る由もありませんが、犬同士の大切な絆を引き裂くことなく保護してくれた心優しい人たちの行動に心温まります。相手の気持ちを理解したり思いやる心はとても大切なことです。そんな優しさや愛情は忘れてはいけないものなのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。